でそのモンゴルが内紛で分裂していったところをモンゴル人を北に追い出してしまって、それでそのこの1368年というのは北京の町、今の北京の町に入った年なんですね。それでモンゴル人はね、さっきの元朝の地図のようにこれ全部モンゴルでしょ、元でしょ、そうすると北京の町はもともとが夏を過ごすための冬を過ごすだ、冬を過ごす避寒地であると。で夏は草原にいたんですよ。それでとりあえず退却して、立て直して攻めてこようと思って、一応北に帰ったところを抑えちゃったという民ですよ。これはね、実は中国史の中で民が正当であるというのはね、ある思想に基づいてそう主張しているところなんですよ。実はこれが中国だっていうと、ここら辺全部ねまだ元なんですよ。実はね、元がずっと元が支配してるのが長く続くんですよ。明の時代っていうのはここから上は元なんです。で従って皆さんが北京に行きますとね、北京のすぐ自動車で30分ぐらい行ったところに万里の長城があるんですよ。で僕最初行った時ね、万里の長城ってのはこんなに北京に近かったから、私はねこういう認識だったわけですよ。北京は首都だから東京みたいに中国の真ん中にあるとまず思うでしょ。中国の真ん中からちょっと車で行くと中国の北の国境になった。で僕ねこれ何だと思いましたよ。万里の長城行った時変な気持ちしました。それで万里の長城からね北を見るとね、なんか山なんですよ。ね、都市がなくて、あれこれどうなってんのかなと思ったんですよ。実はねこのね明っていうのはこの北はねこれ万里の長城なんで万里の長城かって北に別の国があったからなんですよ。それで教会を作った。これが実は国境なんですね。だから初めての国境の概念と言ってもいいわけですよ。やっぱりものすごく怖かったわけですよね。怖かった。だから元の王朝だもん。だから本当は自分たちは台湾と中華人民共和国と同じなんですよ。つまりね、自分たちは勝手に国って名乗ったけど、北にはね前の王朝が残ってるわけですよ。しかも軍事力の強い。それで最初は南京にいたんですけど、その時初めて北京という名前をつけるわけ。だって北京って変でしょ。北の都海部がもうちょっと南なんですけどね、名前の付け方がね、真ん中の都だったら中都とか大都とかいうわけですよ昔。ところがその北の都とつけるわけでしょ、北京を。つまり先南京があったんです。なるほど。南で出身で、その人たちからしたら北の都なんです。それを首都とするっていうこと自体がさっきおっしゃったもう防衛の最前線なわけですよ。だからもう長城を破られりゃすぐ首都がやられるというね。本当あそこの南京かな。いやだから最初は主元省で、それで永楽帝聖朝永楽帝が北に移して、それで本当は最初はね5回もモンゴルに軍隊を送ったんですよ。負けちゃったからね。負けたから諦めて万里の長城を150年間ずっと作って、もうここからは南に止まりますという証になったわけですね。でこの時ね、この明の時代っていうのはある意味ではモンゴルが北にいて、それから漢族をもうこの時の漢族っていうのは実はですね混じってますけど、ほとんど8割ぐらいは北方民族の血と言ってもいいぐらいなんですが、血のその遺伝子の記録ないんですけど、大体そうなんですね。でここのところで一応だけどですね、ここの領域は中国じゃないかなというイメージは明の時に一応できたわけですよ。つまり元だったらあまり大きいからモンゴルの面は入ってるんだけど、一応漢族、それからここにモンゴル、チベット、日本っていうふうなですね大くくりができた。だから時に秀吉が本気で言った弱くなってる時ですからね。なんせ北と南で南北朝なんですよ、本当言うとね。でももし秀吉が成功して北京に入って皇帝になっちゃったら、もう日本史はそれでおしまい。おしまい、終わりになって中国史になっちゃう。実はなんで秀吉がね朝鮮なんか行ったんだ。いやそれあなたね今から400年前の秀吉のレベルにも行ってないの。だってこの時代はここは常に空席で次々といろんな人が来て占領してるだけなんですから、別に秀吉が来てこう占領したって構わない。ただ先生が言われたのは中国っていうのはなかなか歴史の作り方が面白くて、日本がこっち来るとこれ全部が中国になっちゃう。それが今のモンゴルですね。モンゴルはうっかり中国のここ占領しちゃったもんですから。モンゴル人は中国人。モンゴル人は中国人になっちゃって、中国人になっちゃったのはモンゴル人が中国人になったんじゃないんですよ。中国人というのはそういうものの考え方をする。日本人と逆なんですね。全く逆なんです。日本人はその時に例えば占領されたら、それは外国の人間が占領されてきて早く残さなきゃいけないって言うけど、いやどうぞどうぞ、そこも全部日本、じゃああなたの来たとこも日本にしましょうと。こういうですね。中国にしましょう。そう違う。
日本人がもし中国ですから、ね、中国がこっちを占領したら、じゃあこっちも日本になると。そうですね。全く面白いでしょ。これが実は尖閣諸島の問題、もしくは中国の人をよく理解する。これはよく理解するんですよ。敵視するんじゃなくて。よく理解するために、日本に中国が来て占領しちゃったら、中国を日本と呼ぶんですよ。そういうことなんです。これはもう我々はですね、ほとんど考えられない思想なんですけども、それで、これはじゃあ日本だ。なんで日本なんですか。いや、日本と一緒に、日本が中心なんだから、もともと。日本に来たのは、ここは日本に決まってるじゃないかと。こうなるわけ。それからもう一つはですね、主元省とは天子になるわけですね。つまりその皇帝になるわけですね。主元省は皇帝になりましたかね。主元省がまあね、貧民から出てきて皇帝になります。これはね、日本と全く違うんですよ。この中国っていうのはね、どんな人でも皇帝になれるんです。俺皇帝って言えば皇帝になれる。つまり軍事が強ければ皇帝になれるんです。日本はね、いくら強くても太閤にもね、なるのが最高かな。そうですよね。太閤秀吉さん。これは最高で、天皇陛下っていうのは、ね、あとは将軍なんてただ軍隊の司令官です。上の方におってですね、行かないんですよ。で、これがだから日本の国家の意味合いというのと、それから繰り返す、先生もご説明した繰り返す中国の、時代というものとかですね、いかに思想が違うかと。で、私たちは自分が正しいと思ってますから、自分が標準だと思ってますから、中国が日本を占領すると中国に日本という名前がつくなんていうことはね、全然思わないんですよ。ただそれは人によって民族によって考えが違うので、あ、そうかと、彼らはそうなんだと、こう理解する必要があるんですね。それでついに秦になります。秦はですね、またカタカナでヌルハチになってここから来るんですよ。どうぞ。ここから来るんです。ここから来る。もともとモンゴルの帝国の家来だった。家来筋だったんですが、でモンゴル人のそのチンギス・ハンの子孫を奥さんにしましてね。なるほどなるほど。だから結婚して婿になる。なるほど。これはね、かなりいい正当性をね保つ。だからモンゴル帝国が広がったロシアも中央アジアもみんなね、チンギス・ハンの直系か、あるいはチンギス・ハン家のお姫さんを結婚相手にするかで、ずっとその君主たるものっていう血筋があるんで、モンゴルは実は非常に大きな役割を果たしていて、でヌルハチがお金を持ってですね、で結局明がさっきの明が、盗賊流族の反乱、理事政の反乱で潰れた時、明の将軍はですね、そのならず者のヤクザよりはこの北に建てた王朝の方が好き、この人たちの方が立派な文化があるっていうんで、万里の長城を開いてしまった、3回間開いてどうぞっていうことで北京に入ったのが、これの1644年になるわけです。なるほど。つまりこの1636年というのは万里の長城の北側で国を建てた年。ああ、なるほど。でしかもヌルハチはもう死んでいないんです。死んでいない。息子の本体寺が建てたのを秦。ヌルハチは実は黄金と呼んでる、自分のことをね、後の金と呼んでいる。昔金ってありましたから、宋の北にね。そうです。南北朝の北朝だった。それで万里の長城の北で建国してから入った。でこの時ヌルハチは本体寺2人はですね、モンゴルを全部親戚にしてから入ったんですね。だから清朝の最初はモンゴル人は、自分たちの一族が、チンギス・ハンの子孫がまた中国支配してめでたいと。それからこれは最大半島なんですね。最初はもちろんちょっとでだんだん広がる。でこの人たちは満州人と後にいるわけです。満州というのは最初は種族の名前なんです。名前だった。女真人が自分たちが清朝を建てた時に女真という名前が嫌いだった。実は俗民って意味なんですね、モンゴルに対して。だからやめてもっと立派な名前にしようっていうんで満州と名前を付けた。それが漢字で満州と移されるので、最初から三髄がないといけない。満州って固有名詞だったわけですね。で満州人が入ってきて支配者になった。それからモンゴルは最初ここだけが家来で、あとは友好関係だったんですけど、やがて自分たちの内紛に助けを求めて、それで最後今のモンゴル国も家来になり、でこちらにいました私の専門のジュンガルというまたモンゴル系のその帝国がロシアと密接な関係があって困るんで、それに対してモンゴル人と満州人とチベット人が対抗して、このジュンガルがなくなって
ったら彼らの支配していたイスラム教徒も全部清朝になっちゃう。なるほど。